らっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。皆様こんばんは。元美容部員の和田さんです。本日もお忙しい中ご来店いただきまして誠にありがとうございます。ということで、ご覧いただいてなんとなくチークがおかしいぞってお思いの皆様、今日のテーマはですね、色別チークの塗り方についてご紹介しております。チークでね、失敗しない塗り方って結構重要だと思うので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ということで、本日はチークのご紹介なんですけれども、ちょっと分かりやすく原色チーク、そして混色チーク、ちょっと和田さんの造語なので合ってるかどうかはちょっと申し訳ございません。こちらの2つに分けてお色味商品をご紹介していきたいと思います。まず原色チークが私が好みのねチークが多いんですけれども、使用していくのがこちらですね。MAC のパウダーブラッシュアップルレッド、これ原色で実際にこう手に塗ってみるとこのような発色になります。でもう一つ原色の見本がですね、こちらですね。キッカのフラッシュブラッシュですね。でこれはパウダータイプじゃなくてクリームタイプではあるものの、結構ねしっかりつけてあげると、本当に原色感のある色味を出してくれます。で一度塗りだったらこのぐらいのナチュラル加減なんですが、原色のねやっぱいいところっていうのはこう重ねていくとですね、より濃く結構ポイントチークにこうなっていく。今ねお見本として原色の枠にこちらの2つをちょっと挙げました。次ですね、混色、混ぜ色と書いて混色チークです。まずこちらです。パシオの EJ グラデチークの PK3 番ですね。このピンクとこれもピンクだと思うんですけど、いわゆるこの両方のピンクって全然ジャンルの違うピンクですよね。何が違うかなって考えると、ちょっとこっちがやっぱり白が入ってたりとか淡い感じのお色味ですよね。この感覚っていうのはもうなんとなく雑誌だったりとかこうやって映像でね見ていただいて、こういうのが原色なんだな、こういうのが混色系のカラーなんだなっていう風に思っていただけると結構いいかなと思うんですが、次同じく混色系で紹介するのがこちらスイーツのプレミアムショコラチークスの、01番。これも原色の強さは持ち合わせてないんですよね。比べると一目瞭然で、世の中にチークってねたくさんの種類があるとは思うんですが、大枠で分けるとこういった原色系のカラーと淡い混色系のこっちのねチークを見ます。今日紹介していくのもちょっとこのね2つをなんとなくご理解していただけるとより分かりやすく、そしてお手持ちのチークでも全然実践できると思うので、ぜひごゆっくりとお楽しみくださいませ。じゃあまずはこちらの混色系のチークから特徴、そして似合う塗り方をちょっとご紹介していこうと思います。チークって全然決まりもないですし、チークどころかメイクなんてほんと決まりがないんです。だから今回ね私がこのように塗ると塗りやすいですよっていう方法は皆様にご提案させていただくものの、全然間違いはないので、逆にね新しい塗り方があったらコメントで教えていただきたいと思います。一般的に混色系のチークっていうのはシンプルに言うと薄付きです。かつ伸びがいい、馴染みやすいっていう特徴があります。なのでどんなねモデルさんとか雑誌のメイクとか見ててもやっぱり共通していることなんですが、混色チークってだいたいポイントでのせてる方ってあんまりいないんですね。王道の塗り方におすすめなのがこういう混色チークです。こっちのねチークをじゃあ実際に塗ってみたいと思うんですが、これもね結構グラデーションっぽいんですけれども、結構このね下の部分の濃いめの色を取ってつけてもだいぶこうナチュラルな仕上がりなんですよね。でこういうチークっていうのはもうあまり深いこと考えずに頬骨の真ん中あたりかな、くるくるくるっと。こういう混色系のチークに関してはこの平筆の平たい方を面にしちゃって、このままくるくるトントントンくるくる、この方がすごく綺麗になるかなと思います。幅広くつけてあげても全然馴染むっていうのがこの混色系のチークの特徴になります。そもそも人間って頬が赤くなる時ってどうなるかなって考えるとこから
始めるとすごく自然でして、急激に赤くなる時、そしてふわーっと長時間かけて赤くなる時、2パターンあると思うんですね。でこれ私の持論なんですけれども、ふわーって明るくなる時はどちらかというとこっちの今の塗り方、混色系をイメージしていただくと分かりやすいかも。混色系の正解はふわーって明るくなる時の人間の頬で、逆に今からちょっとお伝えするポイントでつける時、真ん中に原色でポイントをふわっとつける時っていうのは、急激に赤くなっちゃう時、恥ずかしいって時とか緊張するって時とか、急激にこう血色感を出す時で、このね2パターンっていう人間のもともと持ってる血色感を表してるのがメイクなので、ゴールはそこって思っていただいた方が結構ねつながりやすいかもしれないです。今すごいいいこと言った。次はこの原色系のチークなんですが、今お伝えした通り、ゴールは急激に恥ずかしいって時とか、急激に緊張するっていう時の頬をイメージして作ります。そういう時ってどんな感じになるかなって思うと、だいたいねこの辺、鼻の脇とかブワッって赤くなるんですよ。私そういうタイプの人間なんですけど、なので先ほどのような面ではなく点でのせるのがポイントです。原色を生かす時につける時は、鼻の横、黒目の下、本当にこの辺にのせてあげると分かりやすいかもしれないですね。このブラシのこの面を取って同じ場所に繰り返しのせます。でこのね点のサイズなんですけど、ちっちゃければ結構ちっちゃいほどナチュラルになります。大きければ大きいほどちょっと派手めになるので、その辺はちょっとね馴染むかどうかっていうのはもうサイズ感ですね。点をもう打ったら、あとは指かスポンジでこの点を基準に周りに広げていく。赤くなる部分でやっぱりその急激だから濃いんですよ。だから原色の方が付け方が合うんです。だからなんとなく色の強めのものは点置きの方が馴染むように、見えるんですね。はい、じゃあちょっと左右でね色別の特徴でちょっと塗り方を変えたいと思いますが、本当になのでね、どっちでもこのね塗り方はもちろん全然逆にしていただいても大丈夫ですし、正解はないんですが、基本というか馴染むよっていうものをね知っておくだけでも全然違うかなと思うので、ちょっと参考にしてくださいね。混色と、原色でちょっと左右ねやってみたんですけれども、今日は分かりやすく原色混色でお伝えしたんですけれども、今たくさんの種類のチークがあるので、必ずしもこれにこう当てはめてっていうのはね難しいかもしれないんですが、なんとなく大きく分けるとこの2つで考えていただけるとメイクもすごくしやすくなるかなと。あとはどのぐらいまで濃くするかっていうのも先ほどお話しした元々の人間の仕組みみたいなのからイメージしていただくと、ゴールがねすごく分かりやすいかなと思いますので、ぜひ皆様も参考にして明日からチーク美女になっちゃってくださいませ。本日もご来店いただきまして誠にありがとうございました。他にもおすすめの動画がございますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご来店ありがとうございました。